皆さん、こんにちは。ラバと申します。今日はですね、ソニーさんが出しているゲーム用のヘッドホン、InZone H9 について、レビューしようと思います。発売からちょうど、2ヶ月ぐらいですね。私、発売日に買いましたので、それについてですね、長期レビューというのかな。2ヶ月ぐらいのレビューになってきます。このサイトはですね、ソニーさんが出している公式のホームページなんですけど、ちょっと下めくっていってですね、このスペックを見ながらですね、話していこうと思います。今日の流れとしてはですね、いいところ言って、いいところに含めてソフトウェアの話をして、そこから悪いところの話をして、最後、総評として話をしようかなと思います。いいところ早速行きましょうか。いいところですね。このヘッドホンは無線なんです。H9 に関して。ちなみに注意として H3 は有線ですので気をつけてください。この H9 は無線なんですけど、2.4GHz のワイヤレス接続ということで、USB レシーバーをパソコンとか、プレイステーションとかに突き刺して、接続するんで、無線ほぼ感じないですね。ていうか、無線ないと言っていいでしょう。人間感じないですよ、無線なんて。感じることができないぐらいの無線、遅延ですね。遅延なしと。そういいですと。で、あとですね、音がいいですね。ソニーが出してるヘッドホンなんで、そもそもドライバーもでっかいですし、音すごくいいですね。それに、後で紹介するんですけど、このヘッドホンはイコライザー設定できるんで、イコライザーの設定が。自分好みにできますんで、そこもいいところですね。かなり音楽聴くの楽しいです。あと、ノイズキャンセリングがいいということですね。H9 しかノイズキャンセリングがないんですけど、ノイズキャンセリングの強さで言うと、周りの扇風機の音とか、あと PC の排気音とか、エアコンの音とか、そういうのは書き消えるぐらいの音は、力はあります、ノイズキャンセリングに。かなり静かになるので、集中できると思いますね、作業とかに関しても。そして次はですね、Bluetooth 接続ですね。この PC とかプレステとか、USB レシーバー挿してるところには、Bluetooth 接続する必要はないんですけど、例えば、スマートフォンとか、Bluetooth レシーバーさせない他の機器とかに、Bluetooth 接続して、通信もできますし、このパソコン、例えば、Bluetooth レシーバーつけてます。で、接続 2.4GHz でしてますってなっても、それ接続しながら、この Bluetooth 接続できますし、なんなら音2つ流れるんで、PC の音も流れるし、この、スマホの音も同時に流れるっていう状況が作れます。で、しかもですね、Bluetooth 接続しても、音が安定してます。すぐに接続できるし、これ接続したからといって、例えばゲームの音が変になるとか、そういうこともないので、だから僕の使い方としてはですね、Apex とか Valorant の体験時間に、スマホを置いといて、スマホで音聞きながら、マッチ終わったなと思ったら、こんなモデルデスボタンを押したら、動画が一時停止できるんですよね。だから一時停止ピッとして、スマホ閉じて、ゲームやって、また戻って、またスマホつけて動画見ながら待って、また始まったみたいな感じで、やるのが結構快適ですね。そこいいところです。で、あとソフトウェアがいいということですね。ちなみにバッテリー残量はですね、夜に1時間じゃなくて1日分超えてますんで、ここもいいところですね。あと充電しながらフレームできますんでね。だから充電は気にすることないと思います。じゃあちょっとソフトウェアの話いきましょうか。ソフトウェアがですね、ポンと。これですね。これがですね、このヘッドホン限定のソフトウェアである InZone Hub というものですね。ちょっとこの機能について調べていきましょう。この機能はですね、まずです、いいところはですね、自分で好みのプロファイルをたくさん作れます。例えば、新規作成とかで、こんな感じでやったりとか、で、3つ目できましたねとか。で、しかもですね、自分でこのさっきも言いましたけど、イコライザー作れるんですよね。もともとのフラットとかバスブーストとかそういうのもあるんですけど、例えばこのカスタムっていうのは動画視聴用に作ってます。あと音楽再生用に。とか、例えばですね、僕の作った Apex のサウンドイコライザーとか、あんま変わってないんですけど、ほとんど。バロラント用とか、細かく作れるんで、自分に合ったものを追求するっていうこともできますね。で、しかも立体音響というのがあります。これはですね、ソニーさんが出している、3D スペシャルサウンドっていう名前かな。そういう技術があって、自分でですね、耳の写真を撮って、それを耳の形に合わせて、人それぞれの立体音響の音を作ってくれるっていうソフトウェアの機能です。ここもいいところですね。このダイナミックコントロールは、気にしないでください。手がいいですよってこと言っておきます。で、ノイズキャンセリングですね。このノイズキャンセリングさっき話したんですけど、
これいいところはですね、ここでいじらなくても、ヘッドホンにここからですね、ボタンピットを1回押したらですね、ノイズキャンセルにつくし、もう1回押して消えますと。これ今設定でですね、外音取り込み機能をオフにしてるんで、外音取り込みの方にならなかったんですけど、これも別にボタンで設定できます。で、あとですね、この、ボイスフォーカスっていうのもあるので、周りの声だけを聞きたいっていう時に、この外音取り込み機能でオンにしたら声聞こえやすくなりますね。今、こういう外音取り込みオンにして話しましたけど、すごく聞きやすいですね。うん。だから僕はいらないんで、いつも切ってます。ここでですね。はい、切ってと言ってます。で、次は、あと音量もですね、当然最近のヘッドホンでは当然だと思いますけど、横のダイヤルをくるくると回したらですね、こんな感じで変わったりとか、あとゲームチャットバランスも、このヘッドホン側からも変えることができます。僕は使ってないんですけど、僕はずっと真ん中でこっちで固定してますね。これが便利ですね。で、あと便利な点がもう一個あって、ここは結構あれですね。ニッチなポイントですけど、ここは重要でもないですけど、起動時にノイキャンオンにするとか、そういう設定もできるんで、こういうとこも結構しっかりしてますね。で、ここが一番大事ですね、僕の中では。1番、2番目かな。プロファイル作れるっていうところと、次2番目に、ここですね。アプリケーション開いたときに、どのプロファイルを選択するかっていうのを自動でやってくれます。例えばですね、Apex っていうのに Apex 合わせてる。例えば、ブラウザーで、これ Brave っていうのはインターネットブラウザーです。Google Chrome みたいな感じで。いつもパーフェクトで音楽聴いてますよと。で、音楽聴いてるときにゲームするかって Apex 起動したらですね、すぐに Apex に変わります。このソフトウェアいじらずにですね。勝手に切り替わってくれてるんで、もう自分は何もせずにですね、すぐにゲームの世界に入れるわけですね。そこがすごい楽ですと。バララントも一緒ですね。ここですね、ほとんどバグないんですよね、今のところ。だからほんとソフトウェアしっかりしてるんで、そこ価値が高いですね。うん、そんな感じでね、ソフトウェアの話こんな感じかな。これいいと思います。皆さんおすすめです。ソフトウェアです。ぜひ買った人はですね、これ絶対設定してくださいと。でもいいところ言ったんで、次、悪いところ話しましょうか。ちょっと画面を変えておきましょうか。こんな感じで綺麗な画面にしておきましょう。よいしょ。ですね。悪いところはですね、このヘッドホンはですね、高いですね。H9 さんは定価でだいたい今3万3000円ぐらいですか。するんですよ。3万3000円って、えーと、ヘッドホンでその値段するか、と。そこはちょっと高いなと思いますね。いくらちょっと高級、ね、ソニーさんが出してるとはいえね。で、次ですね、悪いところは、CS、つまりプレイステーションとかだと、ソフトウェア活かしきれないですね。このソフトウェアっていうのは PC でしかいじれないんで、最悪 PC、ノート PC とか家にあった時にノート PC で、このヘッドホンに設定して、プレイステーションに挿せば、いいかもしれないですけど、って感じですね。結局このアプリケーションの連動設定とかも使えないんで、なんか価値半分になってますよね。価値が半減してるというか。だからプレイステーションユーザーとか逆にこのヘッドホンあんまり僕は、って感じですね。ただですね、ここら辺のプレイステーション用の機能もあるんで、そこは結構かっこいいと思いますけど。で、あと悪いところ、ライティングがないとかですかね。このヘッドホン、一応このですね、青いところが光る、この縁が青くなるっていう仕様はあるんですけど、ほとんどライティングないんで、だからなんかゲーミングヘッドホン的な、なんか、ライティングがっつりしますよみたいなところはないですね。ヘッドホンで光るやつなんかないですけどね、本当に最近。で、あと悪いところですね。この装着感はすごくいいんですけど、この、ギュッてこの速圧を上げるような機能がないんで、この、下向いたやつとかですね、こう、上向いたやつとか、上はいいか。こう下向いた時はですね、ヘッドホンちょっとずれたりしますね。ずれるっていうか、ちょっとね、ずれた感じがして、気持ち悪くなるかもしれないですね。そこはちょっと不快ですね。下向きたくなくなるというか。ま外れないですけどね。感じ。で、総評に詰めましょうか。ただ僕の総評としてはですね、PC の方にはお勧めできますね。CS の方は買わない方がいいです。これは確実に僕の中では言えますね。なんで僕は PC の人がいいのかなっていうと、まずですね、イコライザーの設定がしっかりしてるんで、
まあ、最悪好みに合わなくてもですね、自分でイコライザーイコればですね、イコればっていうか、変えればですね、自分の好みで自由に調整できるんで、まあ、そこがいいっていうところが一つ。で、もう一つはですね、もうすごい楽ですね。この設定が切り替えなくていいっていうのが。もうここはすごい、画面映してなかったですね。失礼、失礼。さっき言ったこのイコライザー変えるっていうのがいいってところと、あとこの設定切り替えなくていいっていうのもすごい楽なんですよね。で、やっぱり言いましたけど、音楽がすごい良かったですね。音楽聴くのも使ってますね、僕は。もうなんかゲーム体験時間とかもですね、このヘッドホンで音楽聴きながら、いいね、と思いながら、あともう気分盛り上げながらとかですね、やるのはすごい気持ちよくなりますね。うん、このぐらいかな。まあそんな感じでですね、他に質問があったらですね、コメントの方に言ってくれればですね、まあ多分お答えできますね。プレイステーション5関連以外であれば、お願いします。悪いとこ言ってなかった。悪いとこはマイクが悪いです。はい。マイクは悪いので他のもの買いましょうと。以上です。